こんちは。4G ハンマーソロ攻略のパート16始めていきます。さあ、いよいよやってきましたマジオスとの決戦。G3 許可証の範囲ではラストバトルとなります。まずは前回から言っていた通り装備作りからほぼマジオス特化でしみってきたぞ。これまでは G2 でとりあえず作った装備だったが、汎用装備でも意外といけてたんだよな。装備のコンセプトはズバリ火力。保護スキルは一切積んでいません。ハンマーの場合はとにかく火力を持っていかないと、特に攻略段階ではタイムが厳しいです。これについては後で触れるけどね、通常個体だと肉質の使用もつきづらいんだよな。つうことで完成したのがこちら。スロが余ってるのは武器スロ1でしみ打ったからだ。匠と技物をベースに、火力スキルとして挑戦2と攻撃中を入れました。アースウォアデスにようやく紫ゲージが出現。紫30がこの武器の強みの一つです。防御力は鎧弾不足で620程度だが、まあ、こっから多少増えても変わらんからいいか。それじゃあマジオスに挑む前に、戦闘の方針を整理しておこうか。はい、ということで唐突に始まりましたのはこちら、マジオスハンマー対策会議です。まずはざっと肉質を見ていきましょう。属性については一流だけピックアップ。色分けしたからわかるが、基本的には斬撃のが有利。最後の最後まで打撃不利なゲームだったね。ただ、打撃肉質も光るポイントがある。それが後ろ足の物理肉質だ。斬撃より柔らかくなっています。10% 以上通りやすいということ。マジオスは常時殴れるのが後ろ足くらいなので、ここは打撃攻略での鍵となります。マジオスといえば非属性の蓄積で軟化するが、個体と後ろ足を考慮するとあんまり有効とは言えんね。イベクエ個体なら属性特化でいいんですけどね。通常クエの方が武器選択が難しいです。いろいろ加味して混沌武器を担ぐことにした。多分これが最も無難な選択だろう。一応竜属性もあるから、後半ではこれも効いてくるはずだ。他、アオレウス武器も一瞬浮かびましたが、さすがに後ろ足を考えると属性特化は担げませんでした。スキルの方は先ほどお見せした通りです。打撃で弱徳をつける選択はないですね。保護系のスキルもいらんかな。方向の硬直短いし、小耳は重いからね。スキルはフルで攻撃面に突っ込もう。火力と手数こそがマジオス攻略の鍵だ。基本的な戦術はこちら、と言っても他武器と変わりませんけど。激流装は装填され次第戻って使用します。あとは基本的に後ろ足だけを殴りましょう。背中も気合い入れて殴らないと壊せない。ダウン状態は全てここに回そうね。後半戦になったら翼脚も殴っていく。後ろ足より流体性の分ダメージが狙えるぞ。さらに後ろ足よりも昼道が低く、ダウンも取れます。殴れるなら翼脚ですね。以上を踏まえていざ実践行きましょう。この後はやってみないとなんとも。ハンマーでのマジオスソロは人生初だ。どうなるんだろうか。ではクエストに参ります。テイク1ですが、下見のつもりで行きましょう。どうせやるまでうまくいくかわからんしな。挑むつもりで行こう。くしくもワイルズでの実装も近づいてきた。タイミングとしてはベストだったね。調整とかは全くしてないんですけどね。ワイルズの後にならなくてよかったです。左右のブレスはあんまり近づかないように、思ったよりも巻き込まれます。言うまでもなく長期戦が予想されるからね。回復アイテムもできれば使いすぎないようにしたい。確か前回の攻略シリーズが体験で32分くらいだったね。それプラス5分くらいで終われば十分かな。アーティラートで32分となると、確かにそのくらいかかりそうですね。目安としては25分までに本気モード突入。これが達成できてればあとはチルで OK です。指標があるのは分かりやすいよな。通常クエならではの良さだ。で、立ち上がりだけど早速ミスってる。ここは即激流走でいいはず。初回は最初から使用可能なんでしたっけね。再装填は使用後なんで確かにもったいないです。後ろ足自体はきちんと殴れております。集中力を切らさないようにすれば大丈夫でしょう。オイルを避けつつ叩きつけだけは当たらないように、グラウと勝ち上げられるからな。30秒くらい経って思い出したかのように激流走へ。まあギリなんとかなる範囲だ。ちょうどベストポジションにいますね。そのまま起動してあげましょう。激流走後は向かって右が背となります。先回りしておきましょう。背中の肉質って胸と一緒でいいのかな。これいつまで経ってもはっきりしねえや。見たところ、今胸は流体状態となってた。背中もある程度柔らかくなるはず。ただ、打撃は胸の肉質渋いんですよね。斬撃だと流体でも弱徳が通るんですが。打撃は流体で35しか通りません。これ地味に大きいハンデですよね。背の破壊は攻略にも影響するからな。確定ダウンと激流走のダメージは無視できん。なるべくなら固定ダメージは前半で入れたいが、ダウンの機会次第かな。激流沿いの再使用までは対地高速とノリですね。次は背中破壊を優先でいきましょうか。今の油やられ危なかったな。
油断しないようにしないと。地味に嫌なのがこの急なバックジャンプ。威力は小さいが、後ろ足にいると食らいがちだ。回復の隙を潰されないようにしたいですね。巨体なので攻撃範囲が凄まじいです。さて、戦闘開始から数分経過しました。対地高速が狙えそうですね。高速弾の高速は短めなんですが、背中を攻撃できる貴重な機会です。マジかよ、外しちまった。振り向きに当たるかと思ったんだが。高速弾の軌道って意外に上向きなんだな。もうちょっと前に伸びるかと思ってた。これは痛いですね。ただでさえ背中は壊しづらいんですが。高速弾はすぐ撃てる代わりに狙いが定められません。リズムが狂うと普通に外れます。まさかこんなミスすることになるとは。時間足りるかな今回。まあいい、もう気持ちを切り替えるしかないか。次はノリを狙うんだ。対地高速も再使用はできますからね。次こそはミスらないようにしましょう。よし、エリア西の壁に近づいてきた。ここは乗りチャンスだ。下登り途中からのジャンプ攻撃で乗れます。蓄積2回で済むので初回はお得。乗りはダウン時間もそうですが、背中に100ダメ入ります。これが V 破壊に貢献しますね。背中の耐久値は450と低めだ。100ダメージでもバカにできないね。飛び乗る絵面からして面白いですしね。近接やるならぜひとも狙っていきましょう。あれなんか振り落とされたんだけど。あなたって人は、どんだけチャンスを無駄にすれば気が済むんですか。だって方向の判定あんな長いと思えなかったんだもの。乗り以外では硬直短いじゃん。やばい、高速弾に続いて乗りまで無駄にしちった。これマジで背中破壊遠のいたぞ。前半戦で背の破壊ができたら熱かったんですが、この分だと無理そうですね。リタイアも考えましたが、20分近くやってるので、ひとまず投資でやってみます。これで時間切れになったら笑えんな。気を引き締めるか。結局、前半戦では背中破壊に至りませんでした。22分経過したところで、残り HP50% を切りましたね。クエスト全体で見れば十分討伐可能ペースだ。チャンスを無駄にした割には良かったな。ここから各部位が大幅に軟化する。作戦会議通り翼脚狙いにシフトするぞ。そして翼脚が殴れないときは後ろ足ですね。どちらも物理40通ります。ここまでのマジオス戦はいわば前座。ここからが本番と言えますね。即爆発する重油には注意したいね。追撃を重ねられるとまず助からない。攻撃チャンスについては減る場面も増える場面もある。ブレスの頻度が上がるのは嬉しいね。あの最中は翼脚を殴り放題ですからね。ダメージ効率が大幅に上がります。一方でブレス前の予備動作には要注意。大きく体を引いてくるんですが。抜刀状態だと全然追いつけないんだよね。反撃は愚か、攻撃の回避が難しくなる。一度吹き飛ばされるとその後は運次第だ。回復も許してくれない場合がある。後半戦で落ちると精神的にきそうですからね。ここまで来たらクリアしきってしまいたいです。チャンスメイクの点ではすでに無駄に散らかしてるからな。せめて狩猟の方ではきちんと立ち回らないと。そういえば地上で対空工作当てるとどうなんだろう。ちょっと試してみよう。一応普通にダウンは入るっぽいですね。ただ、その効果時間は短めです。とはいえ対地に比べてどうかはわかりませんけどね。誰かさんが外したので。畜生、見切り発射したばっかりに、初動武器攻撃がうまくいったから油断してたわ。で、今のタイムは25分割か。張り詰めてるから全然長く感じないや。ナスチとかとは疲れ方が違いますね。こっちはラスボスってのもありますけど。単純に油断すると一瞬で死ぬ攻撃力と、各種兵器にも頭を回さねばなりません。ギミックと戦闘が融合したボスは面白いよね。こいつはいい塩梅だ。ワイルズの方はどうなるんだろうな。一竜の肉質変化に触れられてたけど。武器2個持ちシステムがようやく輝きそう。暴発する分邪魔までありましたからね。ただ、一竜の2個持ちを強制される仕様だと、また新たな火種を生む気がしています。できるとする必要があるって全然違うからね。特にここは開発とユーザーで意識がずれがちだ。マギアの水中戦にならないことを祈るよ。ぜひマジオスには禁足地で暴れてほしいね。ついでにシャガルあたり呼んでもいいんですが、サプライズでしれっと脱皮しませんかね。あ、翼脚ダウン来た。これを狙ってたんだ。ただ腕を殴ってるだけなんですが、意外とマジオスのメンタル的にきついようです。そして待望の背中破壊。少し殴ってからすぐ起動します。背中破壊まで27分ってところか。高速弾とノリがあればギリ前半戦でいけたかも。ちなみに、背の槍も普通の激流装と同じダメージらしい。毎度思うがよくまだ生きてたよな。相当長い期間背中にあったようですからね。元々の設計がよほど頑丈だったんでしょう。さて、これで狙えるもんは大体使いました。あとは自分で殴ってダメージを稼ぐしかないですよ。
ダメージが入ってる実感はあるんだよな。それなりにリアクションしてくれてるし。あとはなるべく被弾を抑えていきたいね。欲張りすぎて逆にロスになりかねない。あ、35分張りになっちゃいましたね。やはり体験のタイムは超えられませんでしたか。アーティの時は体験3種しかなかったんだが、挑戦者入りでもハンマーでは追いつけんか。しかし本格的に時間がなくなってきたな。こっちにも余裕がなくなってきたぜ。とりあえず激流走はちゃんと当てて殴ってるんですが、40分はさすがに超えたくないですね。打撃最大弱点である頭、ここで初めて殴ります。何度か間違えて胸を殴っておりました。斬撃だと胸が最大弱点だからな。とっさの場面は慣れてる方に引きずられちゃうね。このダウンでも終わらんかったか。一応、タイムリミットまでもう一回激流走あるけど。そこで決まらなかったらさすがにリタイアですね。想像したくないですけど。しかしダメージはかなり蓄積しているはず。最後まで諦めずに攻撃しましょう。このゲームマジオスで終わりじゃねえからな。あくまで通過点だ。ちょっと前のめりに殴っていこう。多少のリスクは覚悟。あっと、この被弾はかなりまずい。体力7割くらい飛びました。やべ、すぐに回復を。ついにやってしまいました。37分半ほどで痛恨の一落ち。確かに終わりそうな雰囲気は感じたんですが、やはりあと一発を我慢せねばなりませんでした。くそ、せっかくのマジオス戦でもこれかよ。この企画だけで何回映ってんだ。おい、これクリアできないとかねえよな。これで失敗したらしばらく立ち直れないけど。ちょうど対地高速が使えるようです。これでなんとか最後の削りを。焦って使ったから配置悪いっすね。頭埋まってますよ。終わった。マジで映った時焦った。タイムは38分21秒でした。めちゃくちゃ激闘でしたね。高速弾とノリのミス、そして一落ちがなければ、ギリ35分以内が見込める程度でしょうか。今更だけどやっぱ火力ねえんだな、この武器。適当装備の体験のが全然楽で早いわ。逆に言えば、ちゃんと専用装備を作って正解だった。どのスキルが欠けてもクリアは難しかっただろう。この段階でこれ以上用意するのは難しいです。意外と特別許可証の解放要素って多いので。乱入を利用すれば極限強化は一応できるんだっけ。今度は極限を倒すのに苦労することになるが。ともあれこれで無事に G 級クリア。すべてのクエが受注可能になったぞ。ひとまずお疲れ様でした。無事ハンマーソロでマジオスまで行けましたね。長老から特別許可証を受け取りました。みんな祝福してくれます。まあ、こちとら一回死んでるからね。これくらいは褒めてくれないと。さらに古文書も受け取った。ここからはひたすらこれの解読が続く。そうそう、この企画はもうちょい続けます。さすがにここで終わりではないです。ただ、ちょこちょこ別企画も挟んでいきます。ここのとこずっとハンマー使ってたので。ぶっちゃけそろそろ別の動画撮りたいしな。いい区切りってことで。じゃあ、ここまでのギル化でも見てみるか。ちゃんとハンマー縛ってたかも見せてないし。クエストのクリア回数は263回でした。意外にやってないですね。それがそのままハンマーの使用回数になります。他の武器種はしっかりゼロ。ちゃんとゼロだね。マジオスまでいけるもんだ。マジオスまでやった感想としては、やっぱり厳しい武器種だと思ったね。マルチ時代の不遇がよく言われてましたが、ソロだとしてもトップ4には圧倒的に足りてませんね。火力、リーチ、機動力、すべてが足りてません。4K モンスとの相性も悪いです。極めつけは肉質だよね。企画通してザンダで比較してきたけど、強力なモンスに限って打撃が不遇。スタンじゃ全然割に合わんよ。やっぱスタン前提の調整ですよねこれ。極限が出てくるとその強みも否定されますが。それに、道中の素材集めでも不遇でした。尻尾切れないのが厄介すぎて。一部絶対に作れない装備もあるからね。尻尾素材が尻尾からしか取れないパターン。他の武器使えって話なんだが、こだわりたい人には厳しい環境だったな。ただ使ってて楽しい武器でした。これだけは胸を張って言えますね。ホームラン当てるのが地味に難しくてね。その分当てた時は爽快だぜ。さてと、じゃあここまでの振り返りは終わるか。ここからもどんどん強敵が出てくるぞ。その分装備もどんどん充実してきます。スキル面が揃うのは重要。これからものんびりやってきますので、引き続きよろしくお願いします。4G じゃないが、ワイルズのマジオスも楽しみ。合わせて楽しんでいこうね。ほいじゃ、次の動画で。またね。